ストレージユニットに来ました。改めましてパトンアキコです。国際結婚8年目にして夫婦別々の道を選択することになり、私は子供3人を連れてホームレスになりました。アメリカで身寄りがなく、キャンプ場でテント生活をしていたところ、教会の人が滞在型のホテルを取ってくれ、私たちは昨日からホテルに滞在しています。今日は以前家族で暮らしていた時に使っていたベッドなどの家財を置いているストレージに行って、しばらく使わないであろうテントなどのキャンプ道具をしまい、いるものを出しています。確かめて。よし。1810 pounds。そこ。ストレージユニットにいらないもの、キャンプ道具とかを直しているものを取ってきました。で、さっきチャイルドプロテクティブサービスの方から電話があって、今私たちがかつて住んでいたユーコンというところの管轄のそのチャイルドプロテクティブサービスの人が今日会いたいということで、今ちょうどユーコンのストレージユニットに来ているので、今から会いたいと思います。ブロムスというハンバーガーショップ、アイスクリームとハンバーガーショップで食べながらちょっとお話ししましょうということでした。では今から行ってきます。動画には撮れなかったのですが、 DHS の人とハンバーガーを食べながらいろいろとお話ししてきました。あの後、結構長い間チャイルドプロテクティブサービスの人と話しました。ででも終わった頃には遅くなっていたので、その後ご飯の買い出しに行って帰ってきて、ご飯を炊こうと思ったんですけど、もうご飯がなかったのでラーメンを作って、昨日の残りのステーキを入れました。で、あとアボカドを切りました。お味噌汁も作りたかったんだけども、そんな作る気力がなかったので、もうこれでラーメンが汁物なので、これでいいかなという感じで、子供たちはもうご飯を食べさせて、今お風呂に入っています。ちょっと後ろが騒がしいんですけど、で私は今食べてます。あんまり食欲もないんですけど、なんか食べなきゃということでね、こういう風にちょっと食べながら喋らせてもらいます。この後、今日もずっと一日中いろんな人と電話したり話したりしていたので、息子のホームスクールの今日の授業が全くできてなくて、この後でもう8時になるんですけど、この後息子のホームスクールをしなきゃなっていう感じです。はい、さっき子供たちがわーっとなったので、子供たちのお風呂を手伝って着替えさせて、長男の学校でそれを終わらせて、子供を寝かしつけて、食器を洗ったり部屋を片付けたりして、こんな時間、もう1時過ぎ、もうすぐ1時半ぐらいかなになります。そう、今日は主に2人の方と話しました。1人はChildrenプロテクティブサービスの方で、もう一人は小さなチャーチの日本人の人に昨日図書館で会って、その方は結構孫の話して、ちょっとここからは情報が得られないかなと思ってたんですけど、その方が別れた後、その人がちょっと日本人の方に私の連絡先をつないでくれて、その日本人の方と昨日夜話して、一昨日だったっけ、もうちょっとなんか日程がちょっと定かでないんですけど、昨日か一昨日かだったかな、それが。それで、その方が知り合いの
ウィックってところのウィメンズなんとかサービスっていうところで働いて、なんかいろんな支援をしてる方につないでくれて、でその方の連絡先をもらったので電話してみると、結構なんかいろいろサポートができるとのことで、シェルターのサービスだとか難民で入ってきた人たちのサポートをしたりとかするお仕事をしている日本人の方がいるということで、その方につないでいただいて、その人と話して通訳の手伝いとかができるとのことだったので、法的なことになると、その日常会話は私はどうにかできるとして、その法的なことになると一気にその専門的な用語が増えるし、めちゃくちゃこっちの人が話すスピードが速いから、その専門的な用語はもう聞いたことがない単語がバンバン言われても、なんかもう本当にもうハテナだらけみたいな感じになるので、インタープリターの提供を無料でしてくれるっていう、そういうサービスがあるっていうのはすごくありがたいので、その人に頼んで、ウィークに登録してもらって、そこから得れるサービスは全てその方が私の担当になってくれて、ちょっといろいろ試してみますとのことだったので、月曜日にその方が勤めているクリニックに行くことになっています。で、今日あったブロームスであったチャイルドプロテクティブサービスの方は一人ずつお話をしました。その嘘をつかないこと、わからないことはわからないということで、彼女が言ったことで事実と語弊があるのならそれは違いますということとか、いろいろ約束事を最初にして、一人ずつ私と話して、息子と話して、娘と話してっていう感じで、一人ずつ普段何する、どんな遊びをすることが好きとかいうことから、で私には何があったかっていうことを聞かれて、私もできるだけ感情を入れずに事実を述べました。このことが何で起こっているかっていう説明を YouTube でまだしてないので説明が難しいんですけど、あなたがやってることは間違っていないし、ちゃんとサポートするからっていうふうに言ってくれて、で最後にあなたは旦那さんと本当に別れる意思はあるのかって聞かれて、私はI'm ready for my new life と答えました。こっちで離婚する場合、どっちかがこの手続きを始めた時点でここがスタートになって、いろいろな手続きを踏んでいくんですけど、アメリカでは離婚するにも弁護士を雇うのにもとてもお金がかかります。私のケースの場合、どこまで裁判手続きの公的サポートが得られるのかまだ定かではないのですが、これからいろいろと手続きを進めていく中で道を見つけていこうと思っています。明日からの土日の週末は子どもたちを子どもたちのお父さんの家に預けに行きます。私は週末に働ける仕事探しと家探し、そして溜まっている YouTube の動画の編集をしたいと思います。結婚して以来8年間、丸1日の一人時間を過ごしたことがなかったので、なんだかちょっとまだ不思議というか、子どもたちが周りにいない環境での一人時間が持てるって本当にまだなんか実感が湧かない感じです。ではまた週末の様子は次の動画でレポートしたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ベルボタン、コメントいただけたらとっても嬉しいです。今は日本時間の月曜日と金曜日の10時に動画を配信しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。